はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、2020年東大文系数学徹底解説。今年も東大入試あったんですよ。まあ当たり前なんですけど、そのね、東大文系の問題がめちゃめちゃいい問題だったので、今回全部解説していこうかなと思います。でですね、炎上覚悟で言うんですけど、今年の東大文系数学、言ってしまえば簡単でしたね。簡単だったっていうのは、おそらく平均点は低いんですよ。じゃあどういう意味で簡単なのかというと、しっかりと基礎を完成させて、正しい勉強法で演習を積み重ねていけば、全てね、解ける問題だという意味で簡単だなと思いました。要は変な発想がいらないんですよね。奇をてらった考え方ではなく、基本に忠実に一つ一つの問題をこなしていく。で結局は、それが一番難しいと言ってしまえばそれまでなんですけど、じゃあ、どうやったらそういう風に基本問題っていうものの積み重ねで応用問題に挑めるのか、そういったことを見据えながら今回解説していこうと思うので、ぜひね、最後まで見ていただいて、こういう能力が必要なのか、こうやって数学って勉強していけばいいんだっていうことを学んでもらえたらいいなと思います。今回の問題簡単かと言われると、僕の中では簡単っていうのは、誰でも勉強したら解けるようになると。ただ一方で平均点は低いだろう。割と難しい問題も、その第4問とか文系にとっては結構厳しい問題だったんじゃないかなと思うので、そういった意味では、すごくね、両問揃いではあるなと思います。でも本当にここのレベルの問題を簡単だっていうふうに思えるぐらいまで自分の能力を高めるにはどうしたらいいのか、どうやって勉強したらいいのかっていうことをしっかりね、学んでもらえたらいいなと思います。ということで、早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。東大文系数学2020徹底解説動画。はい、まず第1問からですね。A が0より大きい、B が0より大きいとする。で、座標平面上の曲線、y イコール x3 乗 -3x2 乗プラス b。これ3次関数ですね。この3次関数が以下の2条件を満たすとする。条件1、c は x 軸に接する。条件2、x 軸と c で囲まれた領域に、x 座標と y 座標が共に整数である点、公式点がちょうど1個あると。で、b を a で表し、これね、a の取り得る値の範囲を求めようっていう問題ですね。はい。これはもう3次関数がこの条件を満たしているっていうものをどのようにして式で表していけばいいかということですね。はい。じゃあ一つ一つ見ていくんですけど、甲子園の方はなかなか、見ない条件ですよね。だからこれはなるべく後回しにしていきたいと。わかるところからちゃんと条件を式に変形してあげたいわけですよね。で、C は X 軸に接する。この3次関数が X 軸に接するっていう条件は非常に簡単なわけですよ。はい。要は、3次関数がこういう風にあった時に X 軸に接するっていうのは当然極値の部分がこのように極値の部分で X 軸が来てるということが必要なわけですよね。ここに X 軸があるか、ここに X 軸があるかのどっちかというわけですよね。だから、ここの部分の極値を求めてあげればいいと。つまり、これ y イコール x3 乗 -3x2 乗プラス b なので、この微分してあげると 3x2 乗 -6ax と。よって、これ 3x でくくれるわけだから、この極値の部分が x イコール0と 2a になるわけですよね。y' イコール0の場合は x イコール0と 2a なわけで、今回は、0と 2a で、0と 2a の代償関係を考えなきゃいけないんですが、a が0より大きいということから、もうこの時点で、こっちが0で、こっちが2っていうことが確定するわけですね。あとは、この X 軸っていうものがこっちにあるのか、こっちにあるのか、どっちかなっていうことを考えなきゃいけないわけですよ。C は X 軸に接するっていう条件を考えてあげるときに、じゃあこの F0、その X イコール0の部分で X 軸と接してるのかな、X イコール 2a の部分で接してるのかなっていうことを考えてあげると、ここの点、F0 っていうふうに、こっちだった場合、x イコール0の時に接する場合を考えてあげると、x イコール0、ここを代入してあげると b ですよね。ここ b と。これ y 座標が b になるわけですよ。y イコール b と。ただ、今回の場合考えてあげると、b っていうのは0より大きいんですよ。だからこれっていうのは、ここの y 座標っていうのは絶対 x 軸にはないわけですよね。x 軸より上にあるはずと。ということで、今回こっちはありえなくて、こっちが正しい方だと。つまり、F2a、この x イコール 2a の時に y が0になると。それが条件1を満たすための必要条件だというわけですね。じゃあ、あとは、x イコール 2a を代入してあげると、2a の3乗引く 3a かける 2a の2乗プラス b。これが0になればいいわけで、あとは計算してあげれば b イコール
これ 8a3 乗で、こっちマイナス 12a3 乗で、こっち移行してあげると 4a3 乗になるのか。こういうことですね。まあ、これは、ここまでは大丈夫でしょう。b を a で表し。要は、この条件、与えられた条件っていうものをどうやって式で表すかっていうことが数学の醍醐味なんですよ。数学っていうのはなんで、数学っていうのは論理だったりもいろいろあるんですけど、結局は式で表したいじゃないですか。特に高校数学の範囲とかだったら、式で表すために数学があるようなもん。それはちょっと極論かもしれないですけど、要は式で表せて、初めて数学っぽいことやってるなって感じするじゃないですか。だから条件があった時に、どうやって、まずは、論理的にいろいろパズルみたいな感じでできるかなっていうことを考えるのももちろん大事なんですけど、それと同時に、どうやってこういう与えられた条件を式に変形していくのかな、どういう場合なのかなっていうことをしっかりと置き換えられるようにすると。X 軸に接する。3次関数が X 軸に接するとかもうどこの教科書にも載ってるんですよ。すごくね、基本問題として。だからそういう基本問題に忠実にやっていけば、ここまでは問題なくできると。あとは条件2ですね。この条件2が、ちょっとした思考問題、思考力を問われる問題だと言えるでしょう。次、条件2、X 軸と C で囲まれた領域。要はここに X 軸があるわけだから、X 軸と C で囲まれた領域ってここですね。に、X 座標と Y 座標が共に整数である点がちょうど1個ある。ここに、格子点が1個だけあると。で、境界を含まないんですね。境界を含まないと。で、そのような、A の取り得る値の範囲を求めてくださいっていう問題ですね、次は。じゃあどのように考えていくかっていうことなんですが、はい、格子点っていうものは、いろいろ、X と Y 座標が共に正ということなんですが、これ、要は、X 軸がここにあるわけじゃないですか。X 軸がここにある。で、そこの上にある部分ということを考えるわけですよね。じゃあ、どういう格子点を含みそうかなって考えるわけですよ。どういう格子点を含みそうか。要は、Y 座標がここ0なんですよ。Y 座標が0の次はって言われたら Y 座標が1ですよね。もうこれで考えたらもう勝ちだと。ここですね。Y 座標が1と。これが Y イコール1の直線で、これ上に1個乗ってるはずなんですよね。で、どこで乗ってるかっていうと、今回極値が一番高いところが X イコール0のところであるから、ここなんですよ。一番最初に格子点が出てくる場所って言ったら、ここなんですよね。x イコール0で y イコール1の時。つまりそのちょうど1個あるっていうのが01の点だということがもうこれで確定するわけですよ。あとはどういうふうに考えていってあげればいいかというと、この01を含むっていう条件と、あとは01以外は含まないよっていう条件を考えてあげなきゃいけないわけですよ。よろしいでしょうか。あとは簡単ですね。01を含むっていうことから、この y イコール b のこの b の部分ね。言い換えれば 4a3 乗っていうものが1より大きいと。1を含んだら、これ、境界含まないので、01は含まないので、1より大きければいいと。式として書いてあげると、これを含むっていうのは 4a3 乗 b ですね。b の値がこれが1より大きいっていうことが必要と。じゃあ次に、それ以外を含みませんよっていうことを言わなきゃいけないんですが、次に含みそうな部分って言ったら、これは01の上下左右ですよね。だから、02と、11とマイナス1、1と。ここの部分を含みそうだと。ここの部分含んじゃダメだよっていうことを条件として入れてあげればいいんですよ。はい。あとはもう、ただの計算。この3点が含まないようにするためには、要は F0、x イコール0の時に2以下であればいいと。イコール含んでいいんですよね。イコール含んでいいのは、要は境界を含まないから、ここ被っても結局ここは含まないと。だから、x イコール0の時に2以下、x イコールマイナス1の時、y が1以下、x イコール1の時、y が1以下。その条件をすべて入れてあげればいいと。これ、ちょっと、置き損ねたんですけど、これ fx として置いてあげると、2個、ちょうど1個、つまり2個以上含まないための条件として、f0 が2以下、f-1 が1以下、f1 が1以下と、この条件をこれに加えてあげれば終わりということですね。あとはただの計算ですね。この f0 が2以下。これ f0 っていうのは 4a3 乗なので、4a3 乗が1より大きくて2以下。ちょっとこれも含めて、
同値で変形してあげると、4a3 乗が1から2の間ってことで、a の3乗は4分の1から2分の1の間ですね。4で割ってあげれば。ってことは、それの3乗根を取ってあげることによって、これが一つ出ると。あとは f-1 が1以下。このマイナス1を入れてあげると、マイナス1引く 3a 足す 4b3 乗。で、f1 が1以下っていうのは、1引く 3a 足す 4a3 乗が1以下と。これすべて満たせば OK ってことですよね。すべて満たせば OK。で、これ、こいつとこいつを見てあげると、この2つ目の式と3つ目の式見てあげると、これ、左辺見ると、こっちの方が2大きいじゃないですか。1引く 3a プラス 4a3 乗の方が2大きいですよね。だから、この第3式を満たしてれば、どう考えても第2式は満たしてると。だからこの第2式いらないんですね。だから、言ってしまえば、この2つの条件を考えてあげればいいですよっていう話ですね。じゃあ、あとはこっちの方は、1と1がこうやって消えるので、で、a かっこ 4a2 乗引く3が0より小さいで、a が0より大きいっていうことから、これ割れちゃうんですね。a が0。こう割れちゃう。で、ってことは a2 乗が4分の3以下になる。で、この a が0より大きいっていう範囲で考えてあげると、0から a が2分のルート3か、以下となるわけですね。じゃあ、あとはこれの条件とこれの条件で考えてあげればいいと。これどっちも正なので、0より大きいっていうのは、ここはもうキャンセルされる。で、あと、この2の3乗根分の1と2分のルート3、どっちが大きいかなってことを考えてあげればいいわけですね。で、あとこれ3乗根とこれルートっていうのを見てあげれば、これどっちも6乗してあげれば、そのルート系、その混合が消えると。じゃあこっちを6乗してあげると、6乗すると、3乗根2分の1を6乗すると4分の1ですね。で、こっちは、6乗すると、2乗すると4分の3なので、その3乗だから64分の20なのか。で、4分の1と64分の20なの。これ64分の16なので、こっちの方が大きい。つまり2分のルート3の方が大きいと。だから数直線的に考えてあげると、0から2分のルート3っていうのがここにあって、その間にこれが全て含まれてるっていうイメージですね。だから答えはこれに他ならないと。改めて書くと答えはこのようになるわけですね。はい。ということで、今回の問題、条件値、条件2をうまく使っていくということなんですが、条件値 C は X 軸に接するっていうところから、まずこれを求めてあげる。B これ 4a3 乗。これはもう教科書レベル。じゃあ次、条件2。この X 座標と Y 座標が共に整数である。交視点がちょうど1個あるっていうのはどういう時かなっていうことをしっかりと分析してあげるってことですね。交視点。要は X 座標、Y 座標が整数になるためには、どういう点を含めばいいのかなっていう、この問題をしっかりと向き合ってあげると。そうしたら、ここの部分に、交視点が入るってことは01しかないじゃんっていうことですよね。それが分かっちゃえば、あとは01が含まれて、01以外は含まれませんっていう条件をしっかりと考えてあげれば、そんなに難しくないと。いうわけですね。で、この問題は実際条件2をどのように処理するかっていうところはちょっと思考力が問われるんですけど、これぐらいの思考力だったらちゃんと問題なくできるように演習をこなしてほしいと。大事なのは、その条件をどのように式に置き換えられるようにするかというわけですね。式に置き換える方法だったら別に他の方法でもいくらでもいいんですよね。1から2の間にあるっていうことをまず使ってあげて、それ以外の部分が含まれてない、ここの部分が含まれてないってことを確認しなきゃいけないなっていうのを別の方法で確認する。例えばこの範囲だったら、これは絶対含まれないよねっていうのを別の方法で言い換えてあげるっていうこともできるんですよ。とにかく与えられた条件をどうやって式変形してあげるか。これを普段の演習からしっかりと心がけましょう。続いて第2問ですね。これは場合の数の問題。もうこの場合の数めちゃくちゃいい問題で、超面白いんですよ。このカッコ2とかいろんな方法で解いていくので、ぜひね、場合の数ってこんな面白いんだっていうのと、奥深いんだ。こうやって考えていけばいいんだ。いろんなことをね、感じ取ってもらえたらいいなと思います。じゃあまず問題。座標平面上に8本の直線、x イコール a、a が1、2、3、4、y イコール b、点々点があると。要はこういうことですよね。これで x イコール1234と y イコール1234の8本の直線があって、で、以下16個の点 AB、x 座標が1234、y 座標が123、交視点ってことですね。この交わってる16個の点があると。で、そこから異なる5個の点を選ぶ。で、この
選び方は何通りありますかってことなんですけど、括弧1が上の8本の直線のうち選んだ点を1個も含まないものがちょうど2本ある。要はこの直線8本あるんですけど、その5個の点が乗ってないものがちょうど2本ありますよっていうのが括弧1。括弧2は8本の直線はいずれも選んだ点を少なくとも1個含む。この8本の直線すべて見ても1個以上の点は乗ってますよっていうのが括弧2の問題ですね。じゃあこれをどういうふうに考えていくかっていうことが今回のポイントですね。まず括弧1からやっていきましょう。上の8本直線のうち選んだ点を1個も含まないものがちょうど2本ある。2本には乗らないってことですね。2本に乗らない。で、倍の数のポイントっていうものは、まずは、その問題の設定をしっかりと分析しきるってことですね。ちょうど2本あるっていうのは、どういう時にちょうど2本になるんだろう。乗らない直線が2本あるっていうのは、そういう時はどういう感じになってるんだろうっていうことをちゃんと考えるというわけですね。2本乗らない。で、その上で、あとは対称性をうまく利用するっていうことですね。例えば今回で言うと、この縦の線で x イコール1、x イコール2の部分に乗らないっていうのと x イコール1、x イコール3に乗らないっていう部分は一緒じゃないですか。こういうふうに対称性をうまく利用していって、要は掛け算の形でどんどん消去していくっていうことが大事というわけですね。これはもうね、分かってるよって、そんなの当たり前だよっていう方もいると思うんですけど、それが一番大事であり、それでね、全部の問題解けるんですよね、全部の問題。だからそれをいかにどういう風にして考えていくのかっていうのをいろんな問題を通して学んでいってもらえばいいなという感じですね。で、この括弧1括弧2、この問題だけでかなり学べること多いので、しっかりとね、解説含めて、マスターしてもらえたらいいなと思います。はい、じゃあ、まず選んだ点を1個も含まないものがちょうど2本あるの考え方として、分析した上で、この2本っていうものがミソですよね。この2本をどのように振り分けていくかっていうことを考えてあげればいいわけなんですよ。この2本っていうものは、この縦横のうちどういう場合かっていうふうに廃反的に考えてあげると、要は縦2本の場合と横2本の場合と、あとは横1本ずつと、の3パターンありますね。で、対称性より縦2本の場合と横2本の場合っていうのは明らかに数一緒じゃないですか。ということで、この場合とこの場合だけ考えてあげればいいというわけですね。じゃあ一回縦2本の場合を考えてあげましょう。じゃあ縦2本の場合は、この1、2、3、4のうち、まず、乗らないものっていうものを考えてあげると 4C に通りありますね。まず 4C に。まず縦2本って書く。に乗らないっていう場合は、その選び方として、まず 4C に通りあると。例えばじゃあ1、2と。対称性だから何かしら一つ選んであげればいいんですよ。1、2が乗らないっていうふうに考えてあげると、結局この8個の点から5つ選んであげればいいというわけですよね。はい。じゃあこの中で、残りの直線は全て乗ってますよっていうことが必要なわけですよ。じゃああとはこの8個のうち5個選んで全ての直線に乗るっていう場合を考えてあげればいいと。これをどのように考えていけばいいのか。8個の点に5個を選んでっていうことを考えるんじゃなくて、しっかりと階層立てて考えていくっていうことが重要だと。この、どのように階層立てて、要は整理して、どのように整理していって、どのようにすれば廃反でしっかりと場合分けできるのかなっていうことを考えてあげると。そうすると、このそれぞれの直線上に何個の点が乗ってるからっていうことを考えて、それで場合分けしていくっていうことがすごく効率のいいやり方だなと、括弧にも見据えた上ですごくやりやすいやり方だなっていうことが、これで考えてわかるわけですね。そうすると、このそれぞれの直線、要は4本の直線、何個の点が乗ってるかっていうと、それは絶対1以上じゃなきゃいけないんですよね。0であることはいけないと。全部乗ってほしいから。っていうことを考えると、5個の点を振り分けるには2111じゃなきゃいけないんですよ。もちろんそれの並び替えですね。だから、2111じゃなきゃいけなくて、その並び替え、2111の並び替えはもちろん4C1ですよね。っていうことが分かると。この2の点を、このどこの直線かなって、この4つの直線でどこにあるかなっていうことで 4C こう出てくると。じゃあ、あとはそれが全部対象なわけだから、2個の部分を決めてあげちゃえばいいんですよね。ここで決めちゃいましょう。じゃあ、あと残りの点は、これそれぞれ1個ずつ、ここの部分とここの部分とこの部分で選んであげればいい。で、かつこっちの縦の部分はもうクリアできるんですよね。これ2個、ここで抑えられてる時点で、これは OK なんですよ。ということで、残りの部分は自由に考えてよくて、かける2の 2×2×2 と、2の3乗っていう風に言えるわけなんですね。6×4×8 で192と。
こんな感じで求めることができるわけですね。まあ、これ 6×4×8 のままで、まあいいんですけどね、後で足すときに、まあ、うまい感じでくくり出せるので。まあ、とりあえず求めてあげると縦2本192。ということは、これ192だから横2本も当然192。あとはその1本ずつの場合を考えてあげればいいと。1本ずつ。これも全く同じなんですよね、考え方としては。要は、まず、その1本、その縦で含まれない1本と横で含まれない1本をちゃんと考えてあげれば、まず4の2乗が立つと。その後で、じゃあそのうちの1個ずつ選んであげればいいと。じゃあ今回、ちょっと色を変えて、こことここを×にした場合に、この9個のマス、ちょっともう一回書き直すと、ここの方視点の9個のマスから5つ選ぶと。で、それで3つ。すべての6本の直線に乗ってなきゃいけないってことですね。で、さっきと同じように、今度はここでどういう風に乗ってればいいのかなって考えた場合、2パターン出てくるんですよね。311の場合か221の場合か。この2パターンあると。だからそれぞれについて考えてあげなきゃいけないなっていうことがわかるわけなんですね。じゃあまずパターン A の場合ということを考えてあげて、ここで A の場合とここで B の場合っていう風にやっていくんですが、はい。じゃあパターン A の場合っていうのはどういう風に考えてあげればいいかというと、まずこの311の3の3個点が乗る場所を考えてあげればいいから341と。これはすぐできる。で、その上でじゃあこの決め打ちしちゃえばいいんですね。3がここの列だとすると、残りここと、この列とこの列に1個ずつ乗せればいいわけなんですけども、それはもう、こっちの列については、もうここで3個、ここ全部全部占拠してる時点で全てクリアされるわけなんですよ。だからもうこの残り1個ずつはもう自由に置けるわけですね。だからここの部分に3個自由に置けて3通り自由に置ける。だから3の2乗が、3×3 がここに出てくると。これが A のパターンですね。じゃあ次 B のパターン。221の場合ですね。これをまた同じように221の並び替え。これ1がどこに来るかっていうことを考えてあげればよくて、3、4、1ということですね。じゃあその1の部分をまず決め打ちしてあげようと。じゃあここの列だとしましょう。ここの列に1が来ると。で、これでまたもう1個決め打ちできるわけなんですよね。ここで3、4、1が来た上で、その1の点がこのどこにあるか。これも結局対象だから一緒。だからそれで3通りあるわけですよ。じゃあここに決め打ちしてあげましょう。そうするとどうなるかっていうと、あとここで2個選ぶ。ここで2個選ぶ。で、かつここすべてのところで、このすべての直線において点が乗ってればいいというわけですね。もうここはクリアされたので、あとはここの部分だけ見てあげればいいという感じですね。じゃあ、あとはどうやって考えていってあげればいいかということなんですけど、要はこれ自由に置いたら、必ずしもこれ全部乗らないんですよ。よろしいですか？要は、本当だったら、3個のうち2個選ぶ3通りあって、こっちも3通りあって、3×3 で9ってやりたいところだけども、ダメなんですね。どういう場合がダメかっていうと、こういう風に置かれてしまうと、ここの部分乗らないですよね。同じように、こういう風に黄色のように置かれてしまうと、ここの部分には乗らないですよね。要は、この2パターンだけダメなんですよ。つまり、自由に置いた 3×3 の場合の9通りから、この2パターンだけ引いてあげればいいと。はい。これが B パターンですね。あとはこれを合わせてあげれば終わりということですね。これは、16× これ27。これ27で、この部分が 3×3×7 だから63で、これ27と63、90。だから 90×16 だから1440ですね。ということで、1440足す192足す192を計算してあげればいいから1824か。ということがわかるわけですね。はい。こんな感じですかね。とりあえず選んだ点を1個含まないものがちょうど2本あるっていう、今回の場合は、しっかりとどのように配半で場合分けしていくかっていうことがまず一つ。で、その上で、しっかりと対称性を意識して、4の2乗項については対称だね。じゃあ、あとは1個決め打ちしてあげて、残りの部分考えてあげよう。で、こういう感じで A、B と対象じゃない部分についてはしっかりと2つに分けて足してあげるということですね。結局は問題分析がすごく重要だと。どういう風に分けていくか。これ、例えばここの部分で8個の点で5個選ぶっていう時に、どうやって選ぼうっていうのが
止まっちゃうわけですよ。その時にちゃんと整理して、ここの部分、この横の線に何個の点が載ってるかなっていうことを基準にして、しっかりと分析してあげるとうまくいきそうだなっていう風にちゃんと体系化してあげると。そういう能力がすごく重要。で、いろんなその倍の数の問題で、そういったいろんな角度からそういった能力が求められているので、いろんな演習を積みながら、この問題はこういう風に問われてるんだっていう、いろんなそういうセンスを磨いてもらえれば、すごくね、倍の数、すごく伸びるかなと思います。で、括弧2の問題については、すごくこれまた面白い問題なんですね。これいろんな方法で解けるので、もうね、いろんな方法で解きながら、こういう風に考えていくとこういう風になる。こういう風に考えていくとこういう風になる。っていう風に説明していこうかなと思います。じゃあ次、括弧2。次の条件を満たす5個の点はって、上の8本の直線はいずれも選んだ点を少なくとも1個含むと。すべてのこの8本の直線に乗ってるっていう場合ですね。これは、まず1つ目の考え方。自然な流れですね。少なくともって見た時点で、あれ余事象じゃないかっていう風に思うわけですよ。大丈夫ですか？要は、通らない場合がある。っていう風に考えて、で、しかも、括弧1ってよく見てあげると、括弧1、選んだ点を1個も含まないものがちょうど2本ある。これ4事象で考えて、全体だと 16C5 通り選び方あるじゃないですか。その中で選んだ点を1個も含まないものが2本あるっていうのを求めたから、あとは1本ある場合とか3本ある場合とか4本ある場合。みたいな感じで全部求めてあげて、全部引いてあげるっていうことの、括弧1はうまい誘導になってるんだろうなっていう自然な流れ。うまく誘導に乗ってあげるっていうことが、その発想になるわけですね。その方法をまず紹介します。はい。じゃあ、余事象を考える場合。そうすると、まず全体として、16C5。で、今回、だから、5の階乗 16×15×14×13×12 と。で、これが120をこの240で割れるから、2×14×13×12 ですね。これ計算すると、28×13 だから、364×12 になって、ゴール。で、これちょっと計算大変なんですけど、4368かなになります。はい。で、あとは、さっきやった通り、今回選んだ点を1個も含まないものがちょうど何本あるかっていうことを考えてあげると。で、1本の場合、2本の場合、3本の場合、点っていう風に続いていくわけですね。で、2本の場合はさっきやった1824かな。通りとあるわけだから、1本の場合と3本の場合とっていう風に考えてあげればいいというわけですね。で、ちょっと考えてあげればわかるんですけど、4本以上ってありえないですよね。4本っていうのは、縦4本っていうのは当然消えるし、縦3本、横1本だとしても残り3個しか出てこないわけですよ。これ通らないっていうのは。で、縦2本、横2本だとしても、この田んぼの田っていうか、田んぼの田じゃないな、井戸の井か。井戸の井の形しか残んなくて、4個しか点がないからダメだというわけですね。ということで、4本以上点が通らないっていう状況はありえないというふうに言えるわけなんですね。だから1本、2本、3本の場合だけ考えてあげればいい。で、1本の場合がちょっと一番多そうだから後回しにするとして、3本の場合を考えてあげると、3本の場合、縦3本っていうふうになると、結局ここの右1列しか残んなくて4つしか点ないから5個選べないんですよね、点を。だから、結局縦2、横1、はたまた縦1、横2の場合しかないんですね。はい。この場合しかないと。で、これ対象だから、結局これとこれの場合の数一緒ですよね。だからまとめちゃっていいかなと思いますね。縦2、横1の選び方としては、これは、まず、4C2 が縦、横が4と。それでじゃあもう決め打ちしちゃいますか。こことここが×、で、ここの横も×だとすると、結局残る部分が、ここのとこですよね。で、あとはここに5個の点を乗せてごめんなさい。間違えた。乗っていいのはここの部分ですね。ここの、1、2、3、4、5、6個しかないわけですよ。はい。で、あとはここに5個乗せていくわけなんですけど、これはぶっちゃけ 6C5 でいいですね。どんな場合だとしても残りの全ての直線に乗るので、乗らないとおかしいと。6C5 と。もうこれで OK。で、これが、縦1、横2の場合も同じだからかける2としてあげれば終わり。イコール、6×4×6×2 だから、24、140、288だね。
と言えるわけですね。あとは、じゃあ、1本だけ乗らないっていうことを考えてあげればよくて、これは縦1本と横1本同じじゃないですか。それも結局全部対象だから、もう8本っていうふうに最初決め打ちしちゃうと。8本分あると。それが、ここの部分ですね。じゃあ、どこでもいい、本当に。どこでもよくて、ここ通りませんっていうふうにしても OK ですね。そうすると、残りの部分はここの部分ですよね。この12個の点のうち、これなんか X に見えるけど、×ですよ、×。これ12個の点のうち5個を選ぶっていうことですね。で、そのうち、すべての残りのやつは通らなきゃいけないっていうふうに考えると、さっきと一緒で、ここに2111っていうふうに配置してあげればよくて、で、あとは、ここの2111っていうのをどう配置すればいいかなって考えたときに、まず、この2111なのか1211なのかみたいな、この 2個乗る部分をどこに置くかっていうことを考えてあげると441ですね。441。4通りあるというわけで、じゃあ決め打ちしてあげる。ここに2本あります。じゃあこの2個ある部分の時に、どこに点が来るか。要は、ここなのか、ここなのか、ここなのか。ぶっちゃけどこでもいいですよね。対象だから。っていう上で、ことで3、4、2とあると。じゃあ、あとここで決め打ちしちゃいましょう。ということで、もう、あと横でクリア、ここに乗せたいだけなんですよ。あと、ここの2個の部分はクリアしたから、あとはここの1個ずつ置いていくっていうフェーズなんですけど、その時に、ここの誰かしらがここの上に乗せてくれればいいわけですよね。だから少なくとも1個以上ここの部分に点があればいいっていうこと。はい。もうこれはもう少なくとも1個以上ここにあればいいってことは4次章っていうことだから、その3の3乗っていうのが本来だけれども、ここに1個も乗らない場合、2の3乗の場合を引いてあげれば終わりと。3の3乗引く2の3乗っていう風にしてあげれば、これで1本の場合が求まるというわけですね。これがイコール 8×4×3×27-8 は19と 32×3、96×19 ってやりますか。ということで、答えは4368から 96×19 と1824と288。だからこれが1824になるから、3648足す288。ちょっと計算すると、432か。っていう風になるわけですね。これが、括弧1からの流れで、こうするのかなっていう自然な流れですね。こういう風に考えてあげてもいい。で、こっから場合の数の面白いところ。こっからね、いろんな解き方で怒涛に、パッと瞬殺していくんですけど、これ括弧に単独でもできるんですよ。さっきのノリで、要は、すべてに乗るっていうことを考えた場合に、はい、別解。要は、この発想をそのまま適用しちゃえばよくないっていうことですよね。2111という感じで考えてあげて、どうやって考えてあげるかということですよね。これ、この1本の時にやったのと一緒で、まずは、この2個乗る場合、縦の列で2個乗るところを決め打ちしてあげると、それは441ですね。じゃあもうここに決め打ちしましょう。それで、あと、最初対称性より、この2個どこに置いてもいいんですよ。だからかける442と。ここのある場合だったり、ここにある場合だったりっていうのは全部ね、その 4C2 個は対象だからかけ 4C2 っていうのをくくり出した上で決め打ちしちゃう。そうすると、残りは、もうここの部分に1個ずつ置いていけばいいと。ここに1個ずつ、この、それぞれ4つ場合の数があるけども、1個ずつ置いていけばいい。で、かつ、縦の列にも全部乗らなきゃいけないから、あとはここの部分に、ここの部分の条件さえクリアできればいいというわけですね。だから、あとはここの部分に1個ずつ置いていって、ここのところに最低でも1個あるような条件をここにも場合の数として求めてあげればいい。それだけなんですよ。もうなんか簡単そうでしょ？できそうでしょ？意外とね、こっから難しい場合もあるんですけど、これもね、2パターンで解けるんですね。その自然な発想の方と、ちょっとね、トリッキーな、面白い解き方でやると。トリッキーって言っても、どっちも自然な発想じゃ自然な発想。どっちが先に思いつくかっていうのも、その人がどれだけどういう演習を積んできたかによってね、変わってくるので、どっちの方法をマスターしてほしいなと思います。で、要はこれ、結構ね、パッと難しい。意外とね、パッと最初は難しいんですけど、さっき言ったように、例えばこれ2111とここに何個乗るかっていう風に整理してあげるとうまくいくっていうように、どういう風に、要は分けると
いろんなパターンがあって、要は A パターンと B パターンが混在しているものを A パターンっていうのと B パターンっていうのを分けてあげて、このパターンっていう風に考えてあげるとそれぞれ求められるねっていうことを考えていく。今回の場合で言うと、ここに絶対乗ってほしいんですよ。ね。3つの点のうち、ここに絶対乗ってほしいわけなんだけれども、要は最低でも2つここに来なきゃいけないわけですよね。だからこっち側、こことここに分離すると。スパーッと。で、ここに2個点があって、こっちに1個点がある場合と、こっちに1個も点が乗らなくて、こっちに3個点が乗る場合っていう風に、2パターン分けることができるわけなんですよ。こういう感じでね。こういう風に分けることによって、それぞれのパターンを簡単に求めることができるわけなんですね。まず、この1、2だった場合っていうのは、まずこの1が、この列のどこに来るかなっていうことをまず考えてあげればいいと。じゃあこれ A パターンとしますか。A パターンでこっち B パターンとすると、まず A パターンの方を求めてあげると、ここ A パターンね。まず、この1がこの3本の直線のうちどこに来るかなっていうので3通りある。じゃあ決め打ちしましょう。じゃあここの直線上にありますっていうふうに考えるわけですね。じゃあここの直線にあるから、あとはこっちとこっちのどっちにあるかどっちでもいいんですよ。だから2パターンある。対称性よりこっちって決め打ちする。決め打ちしようがしまいが、あとはこっちの話だからどうでもよくて、あとはここで2個あるわけなんだけど、こことここにある場合とこことここにある場合、クロスにある場合の2通りしかないんですよね。だからかける2と。これが A パターンと終わり。じゃあ次 B パターンを考えてあげるっていうことをすればいいんですね。B パターン03ですよね。だから、要はここの部分に1個ずつあって、で、どっちにも乗ってくれればいいと。要はそれ2の3乗通り全部あるはずなんだけど、全部こっち側にある場合と全部こっち側にある場合を引いてあげればいいわけですね。だから2の3乗引く2というふうにやってあげれば B パターン終わりっていう感じ。こんな感じなんですね。これでできちゃうわけですよ。こういうふうに全体1本2本3本っていうのを引かなくても 4×6、これが12足す6で18。18だから 4×6×18 で、432。同じ数字になりますね。っていう方法があると。こういうふうにちゃんとしっかりと A パターン、B パターンって混在しているものを分離してあげる。どう分離したらいいかなっていうことをしっかりと考えてあげる。その後で対称性でうまく頑張って、どんどん取ってあげるということが場合の数の流れですね。で、さらにここの部分をもうちょい別の方法で工夫することも可能なんですね。これまたトリッキーな方法なんですけど、これ何を求めてたかっていうと、この下、3列に置いて、絶対ここの部分を通ってほしいというわけですね。どうやってやるかというと、まず余事象で考えてあげるっていうことですね。これ余事象で考えてあげると、要は、ここの部分に乗らない場合って考えてあげるとすごく簡単なんですよ。要は、こっちを通らない。要は、どっちも通らなきゃいけないけど、こっちを通らないっていう風にすると、要は、この3つの中から自由に選べばいいわけですよね。あと、こっちを通らないってすれば、この3つで、その点を自由に選ぶことができるわけなんですね。だから、余事象を考えると、この部分、この括弧の中身を別の方法でやると、まず全体が4の3乗。この4つでそれぞれ選べる。そこから、まず、じゃあ、この直線、じゃあ L と M というふうに置いた場合に、直線 L の方が乗らない場合っていうのは、この3、3、3のところで自由に動く場合ですよね。で、同じように直線 M に乗らない場合も同じように3の3乗と。だけど、これ重なってるんですよ。L と M どっちも乗らない場合っていうものを2回引いちゃってるので、どっちも乗らない場合、それ2の3乗ですよね。これを足してあげればいいんですね。これ計算すると、64-27の2個。だから 64-54 で10。足す2の3乗8で18と。これで全く同じ数字が出るんですよ。こんな感じでベン図的に考えてあげるということでもできるわけですね。あとはこれで計算して430。これが一番最速だと思いますね。まず、2111って振り分けてあげて、この2選ぶ、この2個乗るような直線の選び方が4通りある。そのうちのその2個の点を選んであげる。じゃあ、あとはここの部分で通ってあげなきゃいけないわけで、これ111個ずつ乗って、かつ LM に乗ってあげなきゃいけない余事象で考える自由に置く場合4の3乗を、そこから L 通らない場合と M 通らない場合それぞれ引いて、あとは L と M どっちも通らない場合をもう一回足してあげて、かけてあげて終わり。これが一番最速な気がするかなと思います。これはね、
まあいろんなパターンで解いてきたわけなんですけど、どういう演習を積んできたかで、どれが思いつくのかっていうのが変わってくると思うんですね。だからしっかりと、まあ全ての場合を理解した上で、まあ一番自然なカッコ1の誘導に乗るっていうのが、まあ王道ですよね。その上で、まあカッコ1の考え方、211に振り分けるっていう考え方を流用するっていうのが、まあ王道丸2のパターンですね。で、その王道丸2のパターンの中で、どういうふうに余事象を使うのかとかっていうことをしっかりと見極めていくというのが今回の問題ですね。はい。まあこの場合の数学べることが多いと思うので、しっかりと復習してください。じゃあ次第3問に移ります。第3問は比較的軽めの問題かなと思います。O を原点とする座標平面において放物線 y イコール x2-2x プラス4のうち x が0以上を満たす部分を C とする。なるほど。まあ、簡単に図を書いてあげると、こんな感じで y イコール x2-2x プラス4のグラフがあると。こう x、y 原点1を示して、で、これ平方完成すると、まあ、頂点が1、3にあるということがわかるわけですね。で、このうちの、この x が0以上の部分、ここからここですね。の部分を C とする。で、括弧1、点 P が C 上動くと。点 P がここにあるわけですね。C 上動くとき、O を端点とする半直線 OP。半直線なので、P の方は突き抜けているという部分が通過する領域を図示せよっていう問題ですね。これはどうやって考えていくかっていうと、普通に P の動きをちょっとイメージしてあげれば何を求めればいいかっていうのは結構一目瞭然ですよね。要は、O はもう確定的に通るので、必要なのっていうのは、あとはもうこの直線の傾きじゃないですか。O を基準としてこう動かしていくわけだから、直線の傾きさえ分かればいいというわけですよね。じゃあ直線の傾き、どういう P 動いた時にどうなっていくかなって言ったら、最初スタートは P がここにある時は、Y 軸、x イコール0の場合ですね。で、次に、まあ、こうやって動いていくわけなんですよ。こんな感じで。わーって動いていく。じゃあどういう感じで考えていけばいいかなって言ったら、この接線の時がギリギリ一番、要は一番緩やかになれるところが、ここの部分ですね。まあ、半直線なので、こっちにあることはないんですけど、まあ、ちょっと便宜上こうやって書きました。こういう場合に、一番倒れると。で、そこの部分の傾き求めてあげれば、ここが求める領域だねっていうことがわかるわけなんですね。じゃあ、あとは簡単。この接する部分は、二次関数と直線が接するって言ったら当然ね、判別式ですよ。終わり。はい、じゃあ、y イコール mx として、傾き m ですね。傾き m として、こう置いて、これ連立させて、x2 乗引く 2x プラス4。過去1は、x2 乗引く 2x プラス4イコール mx の判別式が0となればいいと。まあ、要は、x2 乗引く、過去 m プラス 2x プラス4イコール0の判別式を考えると。d イコール m プラス2の2乗を引く16で和と差の積使ってあげれば m プラス 6m 引く2っていうふうに因数分解できて、これイコール0。すなわち m イコールマイナス6と2が出てくるわけですね。傾きがマイナス6の場合と2の場合。今回2の場合ですね、どう考えても。今回どう考えても2の場合ですよね。マイナス6の場合っていうのはどういう場合かっていうと、この点々点のこっちで接しているときが m イコールマイナス6なので、今回は m イコール2の場合を考えてあげればいいと。いうことで、求める答えは、まあ、ここの部分に y イコール 2x っていうのが入って、ここの部分ですね。ここの領域 y イコール 2x をバーッと突き抜けてあげて、ここの部分 y 軸ズバーッと突き抜けてあげて、ここの部分囲まれた部分で、すべて境界含む。これ忘れないようにしましょう。っていうのが括弧1。まあ、括弧1はね、難しくないと思います。特に東大受験生だったら絶対落としていけないですね。で、括弧2。実数 A に対して直線 L y イコール ax を考える。次の条件を満たす A の範囲を求めよう。まあ、なんか y イコール ax があると。y イコール ax。じゃあちょっと色変えて y イコール ax。ちょっと書き直した方がいいかな。まあいいや。後で書き直します。C 上の点 A、C 上のここの点 A と L 上の点 B で OAB が正三角形の三頂点となるものがある。これもう一回書き直すと、こんな感じで OAB。これがC 上の点 A と L 上の点 B が正三角形となるように考えてあげると。そういうような A の範囲を求めてあげましょう。そういうような正三角形、点 B が存在するような A の範囲を求めてあげましょうっていう問題ですね。なるほど。結構まあ、
パッと見難しそうですね。どうやって考えていってあげればいいのかということなんですけども、どういう時に正三角形になるのかなっていうことをちょっと考えてあげるわけですよ。まあ、A が、要は正三角形がある。OAP、まあ、要は C 上 A が動くんだけど、ってことは、まず少なくとも一つ言えるのが、A がここにあって、O がここにあったら、もう B っていうものは決め打ちされるわけですよ。B が、ここの範囲にあるようじゃなくて、ここだよっていうふうに言えるわけですね。すなわち、B っていうものが、ここの正三角形上にあるっていうのが一つの場合と、あとここの正三角形上にあると。この2パターンあるわけですよ。よろしいですか？なるほど。つまり A がここに定まれば、ここの部分の B の部分がわかると。A がわかれば B と B' もわかると。具体的に言うと、ここ60度と60度。60度ずつプラスとマイナスで回転させているところにあればいいというわけですね。で、しかも何がいいかっていうと、求めたいのって y イコール ax。この直線の傾きじゃないですか。この直線の傾きってことは A が、要はこの A がどこにあるのかっていうのはそこまで重要じゃなくて、むしろ重要なのはこの OA の傾きですよね。OA の傾きさえ分かれば、そこの傾きから60度回転させた時のこの傾きとかいうふうに考えてあげればいいというわけですね。とすると、出番なのはこのカッコ1なんですよね。カッコ1。この半直線のこの範囲、この傾きの範囲さえ分かっちゃえば、あとは別に、要はこの OA の直線の傾きがわかるわけだから、あとは OB、B と B' も具体的なところわかんなくてよくて、この OB の傾きさえわかればいい。っていうことで、もう簡単なんですね。で、あとは、基本問題がちゃんと入ってるかどうか。例えば、ここの場合で OA がここにあった場合に、例えばじゃあこの傾き3だとしますか。傾き3だとして、この B と OB と OB' の傾きをそれぞれ求めてくださいって言った時にどういう風にすればいいのかなっていうことが分かればいいと。どうするか。もちろん、タンジェントの加法定理ですね。この直線の傾きがあって、そこから何度回転させるっていうのが分かった時の、その回転先の直線の傾きを求めるときは、タンジェントの加法定理を使うっていうのは、もうどこの教科書の、どこの一番ね、どんな教科書にも載ってる基本問題なので、これで落としてはいけないと。だから基本問題をしっかり入れた上で、あとはこの問題をしっかりと見てあげるという感じですね。要は、カッコ1を使うって考えたら、その傾きに着目してあげるのかなとか思うわけじゃないですか。OP、半直線 OP をカッコ1で求めさせてカッコ2を使うってことは、その傾きに注目、なんだ傾きだけ見とけばいいのかっていう風になればいいんですね。だからむしろカッコ1をどう使うかっていうのでこじつけていく能力を身につけてそっちから逆算してこれを求めることもできるというわけですね。まず、要はいろんな能力でいろんなアプローチ方法が数学にはあるよっていうことを学んでもらえればいいかなと思います。あとはね、基本問題の重要性ですね。カッコ1とかはもう超基本問題ですね。で、カッコ2も、あとは、タンジェントの加法定理とかは基本問題と。じゃあ、具体的に答えを出していくだけですね。まず、スタートの部分を考えてあげると、スタートで一番わかりやすいのは、点 A がこの Y 軸上にある場合、すなわちここの場合ですね。ここに点 A がある場合に、B がどこに来るかなって言ったら、この60度回転させる部分ですよね。60度回転したここの部分。この直線上にあればよくて、これはもうね、60度回転したらルート31とマイナスルート31っていう風に進む場合だから、これ y イコールルート3分の 1x、これ y イコールマイナスルート3分の 1x になると。これは大丈夫ですね。そっからこっちに回転させていくと。どこまでっつったら y イコール 2x となるところまでですね。で、ここをベースに、60度回転させてあげると。ちょっと今度は黄色で書くけれども、こんな感じ。60度を60度と。ここに60度、60度。ちょっとここ120度、明らか図的に違うんですけど、こういうなってるということですね。60度、60度。で、これ考えてあげると、要はここの部分の角度をアルファとすると、考えてあげると、タンジェントアルファイコール2ですね。で、あとは、ここの60度。タンジェントアルファプラスマイナス60度の値を求めてあげれれば、ここの2つの直線の傾きがわかると。これも加法定理で、イコール1枚、タン、プラ、タンと
これまとめて今式書いてますけど、タンジェント α が2と、で、タンジェント60度はルート3と。で、ここの部分は2プラスマイナスルート3っていう風にできるわけですね。だから、両辺に1プラスマイナスルート2ルート3っていうものをかけてあげればいいのか。そうすると、ここの部分はマイナス11なんだね、分母は。で、ここから先は、ちょっと、省略。プラスとマイナスの部分で省略して計算してあげると、こっちのところが、この傾きがマイナス11分の8プラス5ルート3かなになって、こっちの傾きが11分の5ルート3引く8みたいな感じなのかな。はい。ということで、求めたい答えは、ここの範囲の部分ですよね。傾きが。A がこの範囲にあれば良いというふうに言えるので、ちょっと体裁を整えてあげると、答えは、こういうふうになるわけですね。11分のマイナス8マイナス5ルート3からマイナス3分のルート3と、この範囲、この範囲。っていうふうに求められるわけです。はい。第3問についてはこんなところで大丈夫ですかね。じゃあ次第4問に移ります。ということで、ラスト第4問ですね。この第4問、めちゃめちゃ面白いんですね。もう超面白い。もう解きながら、うわ、すげーって言いながらずっと解いてましたね。はい。すごく面白いんですけど、文系の方にとっては結構厳しい問題だったんじゃないかなと思いますね。括弧2以降は。括弧1はできてほしい問題なんですが、括弧2以降は結構ね、難しい問題だったかなと思います。これまでの問題は割と、ちゃんと勉強してれば解ける問題だったに対して、第4問はちょっと思考力をね、ちょっとだけ思考力が問われる、問題だったんですけど、すごくね、面白い問題だなと思います。面白い。この問題を通して数学って面白いな、こういう風に頭を使う。パズルみたいな問題って面白いなっていう風に実感してもらえたら嬉しいなと思います。ということで、早速やっていきましょう。第4問。nk を、こういう整数とします。で、n 個の整数2の m 乗 m イコール0点点点。すなわち、この2の0乗、2の1乗、点点点、2の n-1 乗の n 個の整数があって、そこから異なる傾向を選んでそれらの積を取ると。異なる傾向ですね。で、傾向の整数の選び方すべてに対してこのように積を取ることにより得られるその整数の和を ANK と置く。例えば A43。これ43っていうのは2の0乗から2の3乗までの4つの、これ4つからってことですね。4つの数字から3つを選ぶということで、2の0乗、2の1乗、2の2乗、013の場合、023の場合、123の場合。これの4C3 通りのものをすべて足し合わせたものがこの値というわけですね。括弧1、2以上の整数 n に対して an2 を求めよう。まずもうこの最初に n が来てるってことは、2の0乗、2の1乗、2の2乗、点点点、2の n-1 乗っていうものから2個ずつ選ぶというわけですね。2個選んだ場合のすべての場合の積を足し合わせたものですね。この問題。これはね、ぜひ取ってほしい問題なんですが、何かの問題に似てませんか？これは結局、何かの問題に似てるなって思うのは円周量がものを言うんですね。これはまさに、この異なる2個の和っていうものは、とある円周をちゃんと勉強していれば、すぐにひらめいてほしい問題。具体的に言うと、1、2、3、点点点点点 n と。この n 個の数があって、そこから異なる2個の整数を選んでいくと。で、その全ての場合、組み合わせについての積の和を求めましょうっていう問題見たことありますよね。で、その時どうやったかっていうと、この場合は1たす2たす点点点たす n っていうものを2乗してみると。これ展開してあげるとどうなるかっていうと、まずそれぞれの2乗が出てくるんですね。で、残り何が出てくるかっていうと、例えば a プラス b プラス c の2乗だったら a2 乗足す b2 乗足す c2 乗の他に 2ab 足す 2bc 足す 2ca が出てくるじゃないですか。それと一緒で 2×1×2、2×1×3、2× っていうのと 2×2×3 とか、要は異なるこれの求めたい和を s とすると 2s が出てくるんですね。だから s の求めるときはこれからこれ引いて半分にすればいいということなんですね。それと全く同じことこれできますよね。今回は、
この場合になっただけだから、全く一緒のにやってあげればいいと。これをの2乗をしてあげると、2の0乗の2乗。2の0乗って書いてあげて、2の1乗の2乗は2の2乗、2の2乗の2乗は2の4乗っていう感じに進んでいって、最終的にここまでいくと。で、残りが 2s と求めたい和になるわけですね。s っていうのは an2 ってことですね。これ、s は an2。っていう風になるわけで、あとは単純に計算すればいいだけ。ここの部分は、初項1、項比が2とかやってあげてもいいし、これはもう普通に覚えちゃうっていうか、1たす2たす4たす点々点たす2の n-1 乗っていうものは、これの次のやつに1個到達しないっていうのは、しててもいいのかなと思います。これ移行してあげると、1たす1で2になって、2たす2で4になって、4たす4で8になってって、ドミノ倒しみたいに2の n 乗になるのね。で、これはとりあえず2の n 乗引く1になる。で、こっちの方は、普通に等比数列の和で考えてあげた方がいいですね。初項が1。項比が4。2の2乗だから4と。で、項数が n だから、4-1分の4の n 乗引く1というふうにできるわけですね。だから、s っていうのは、2分の1でまず割ってあげると。で、この2の n 乗引く1の2乗。引く、3分の4の n 乗引く1という感じになるわけですね。で、これが4の n 乗引く 2×2 の n 乗足す1なわけだから、これ計算うまくしてあげると、3分の 1×4 の n 乗引く2の n 乗、足す3分の2か。こんな感じで求めることができるわけです。はい。よろしいでしょうか。この問題はぜひとも取ってほしい問題。要は、類題っていうものをしっかりと演習を積んで、あの問題に似てるなってやったらそのまま流用できますよねっていう話ですね。しっかりと演習を積みながら、こういうことができるんだ。こういうのを求めたいときに、こういうことができるんだなっていうのをちょっとずつストックしてあげるっていうことが重要なわけですね。最終的にはね、いろんな勉強法とかあるんですけど、数学に関しては、演習量が最終的には演習量、数の暴力でうまくいくと。質っていうのはすごく大事なんですよ。質がすごく大事で何より大事なんですけど、質が大事だけれども結局は数の暴力で、自分の中で引き出しを作ってあげるっていうことがまた重要ということですね。この問題に関しては。普通にシグマまで頑張って、ゴリゴリやってあげてもいいんですけど、これですよね。普通に演習で。次、括弧2。1以上の整数 n に対して x についての整式。これを考えると。これが難しいんですよ。はい。整数 n があって、こういう多項式か。なるほど。を考える。で、もうこの多項式もわかんないね。an2 でやっとなんとか求めて、an1 はなんかわかるけど、an3 からはもう求められないし、この多項式で、しかも多項式を割る a っていう風になるんですね。多分ね、多くの方はここでも思考停止。はい、思考停止しちゃったと思うんですけど、ちょっと考えれば、糸口見えてくるんですよ。どういうことかというと、これわかんないな。x についての整式として表せ。整式として表す。整式じゃあ割り切れる。どうせ割り切れるでしょ。こんな問題出たら割り切れるに決まってるよな。で、ちょっと見てみると、あれこの問題って、分母が、これ、fnx、n の場合は x の n 乗、n 次式なわけだから、n 次式分の n プラス1次式。これどっちも n 次式分の n プラス1次式。ってことは、1次式になるはずじゃんっていうことですよね。よくわかんない。割れるのかもわかんないし、全くわかんないけど、ax プラス b って形になりそうだと。いうことですね。ax プラス b になってくれるのか。じゃあ、さっき括弧1で求めた cn2 とか、要は、その分かる部分だけで A と B を推測して残りの部分についても当てはまるってやってあげればいいのかな。よく分かんなくてもとりあえず N 次式分の N プラス1次式で割り切れるはずだ。要は問題としてあるんだったら割り切れるんですよ。で、割り切れるってことは AX プラス B って置ける。AX プラス B って置けたら A と B を求めるぐらいだったらできそうだぞっていう気になりませんかね。っていう感じ。そういう感じで考えていくと、もうね、あとは普通にできるはずっていう感じですかね。じゃあ実際に求めていってあげましょう。じゃあ fn プラス1、これを、イコール ax プラス b という風に置いてあげると、どうなるかというと、これ、ごちゃごちゃと展開してあげましょう。これまず分母、これイコール ax プラス b の分母を払って、いい感じに分解してあげると、これが fn プラス 1x のことですね。イコール
はい。ax プラス b かけるこれが fnx というわけですね。で、係数比較をしてあげるんですけど、まあその an プラス1、an プラス、まあこっちだったり、ちっちゃい方から比べてあげるのが、一応オードですね。なぜなら、カッコ1で an2 とか求めさせてるわけだから、an1 も当然わかりそう。っていう感じでやる。まあでも、一番早いのは、もうね、まず定数項をまず見るじゃないですか。その時点でも b は1確定なんですね。ax プラス1。じゃあ、ここの部分はって言ったら、最高時の方を見るのが早いですね。最高時の方を見るのが実は早くて、要はこれかける ax の部分が、これにならなきゃいけないわけじゃないですか。で、ann って何かっていうと、こっちが n だから、2の0乗、2の1乗、点々点、2の n-1 乗までの n 個から n 個を選ぶ場合、つまりこれ全部掛け合わせたものなんですね。ということは、an プラス1、n プラス1っていうのは同じように、これ2の0乗から2の n 乗まで掛け合わせたものなんですよ。大丈夫ですか？じゃあ、これっていうのは2の0乗から2の、こう2の n-1 乗まで掛け合わせたもの、これ2の0乗から2の n-1 乗じゃなくて、さらに2の n 乗まで掛け合わせたもの。じゃあ、これに ax をかけたらこうなるための a の値っていうのは何かって言ったら、もちろん2の n 乗ですね。ということで、もう答えわかるんですよ。こっちはどう考えても2の n 乗 x プラス1っていうのが答えなんだっけおかしいんですね。じゃないと問題として成り立たなくないですか？これ、そもそも、こういうふうに問題として与えられている以上、綺麗になるに決まってるんですよ。汚い問題を出さないっていうことなんですね。もう問題の作成者を信じるというわけですね。こういうよくわかんない問題は。で、2の n 乗プラス1っていうのが推測できる。じゃあこれが答えちゃんちゃんじゃダメなんですね。他の場合、本当にこれで成り立ってるのかっていうことをしっかりと示してあげなきゃいけないというわけですね。じゃあどうやって示すかというと、この一般的な、この、両辺の、径時の項について比較してあげなきゃいけないわけですね。要は左辺の径時の項っていうものは、当然こうなるわけですよね。じゃあ右辺の径時の項っていうのはどういう風になるかっていうと、ここの k-1 時の項かける2の n 乗 x の場合と、こっちの、径時の項かける b の1っていうものをかけたものの合計になるというわけですね。だからまず、k-1 時の場合の方を考えてあげると、an と k-1、x の k-1 乗に、この2の n 乗 x っていうものをかけてあげるのと、この径時の項に1をかけてあげるやつですね。にかける1と。すなわち、こうなればいいというわけなんですね。よろしいですか？ an プラス 1k が2の n 乗 ank-1 足す ank が2の k。k、これを満たす k の範囲で成り立てばいいということなんですね。これを成り立つっていうことを言えなきゃいけないというわけなんですよ。どうやって示しますか？どうやって示そうかな。これどうやって示すか。これ n プラス1っていうのは、これちゃんと、意味を考えてしっかりと示してあげると。これですね、ちょっとこいつを移行してあげるとすごくね、わかりやすくて、これがね、結構パズルみたいな感じで、わかればもう感動するんですけど、こういう風に移行してあげるわけですね。はい。こうやって移行してあげる。なんで移行したんだっていうことなんですけど、この意味をしっかりと考えてあげると。この意味って何かっていうと、これ n プラス1っていうのは、この右側の方は2の0乗、2の1乗、2の2乗、2の3乗、点々点。で、2の n-1 乗までの n 個の中から k 個を選ぶ場合じゃないですか。一方、こっちの左側の項の方は、2の0乗、2の1乗、点々点。で、2の n-1 乗、2の n 乗の中から k 個を選ぶ場合ですよね。これの差を取ってると。これの差を取ったらどうなりますか？どうなるかというと、これ2の n 乗を選ぶ。必ず選びながら、かつ残りの2の0乗から2の n-1 乗の間で k-1 個を選ぶっていう場合なんですよ。よろしいですか？要は2の n 乗を1個選ぶの時点で、要はくくり出せるわけですよね。で、残りの部分が2の0乗、2の n-1 乗の中から k-1 個ずつを選んだ時の和。つまり an、これ an k-1 に他ならないんですね。だから意味を考えると、わかるというわけなんですよ。これとこれの差は
要は2の n 乗を必ず選んで残りの2の0乗か2の n-1 乗の部分から、k-1 個を選ぶ場合に他ならないからこの式が成り立ってる。つまり、これが任意の場合に成り立つわけだから、ここの、戻せて、これ全ての場合に成り立つ。だから2の n 乗 x プラス1は正しいっていうふうに言えるわけですね。よろしいですか？これね、すごくね、面白いですよね。はい。面白いんですよ。こうやってちゃんと意味で、まずは、しっかりと求められるだろうっていうところから逆算して、こう、天下り式に求めてあげた後に、それが一般的にも成り立つよっていうことを示してあげる。この流れはね、割と重要。で、こういうふうに考えなくても別の方法として、例えば F1x と F2x、F3x っていうのを求めてあげて何倍されてるのかなっていうのを考えてあげると。そうすることによって推測、要は数学的機能法的に予想していくっていうこともできるわけですね。これもまた一つのやり方だと思います。はい。じゃあ次。fnx、2x と fn プラス 1x。これもまた同じようにやってあげてもいいんですが、さっきこっちを求めてあげた意味っていうことを考えてあげると、これ要は前科式的じゃないですか。一つ前のやつと一つ先のやつの比がこれですよっていうふうに、2の n 乗 x プラス1ですよっていうふうに言えてるわけじゃないですか。つまり、ちょっと書き直してあげると、これが2の n 乗 x プラス1ってことは、fnx っていうのは、2の n-1 乗 x プラス1かける fn-1 の x でっていう風に、点って続けられるわけですよ。どうなるかっていうと、ちょっと小べきの順にちょっと並び替えるんですが、こういう風に因数分解できるわけなんですよね。で、実はこれ初めの段階で、もう一発でこれはこういうふうに因数分解できるっていうふうに求めた人もいるんじゃないかなと思いますね。だって、これ考えてみてください。これの x の形状の項っていうのは、この右側の x を含む項を k-1 個選ぶ場合ですよね。わかりますか？ k-1 個こっちから選んでいく場合っていうのは、要は an、k-1 に他ならないじゃないですか。要は x 形状の項っていうものは、ここから k 個選ぶわけだから、要は1、2、2の2乗、2の n-1 乗から k 個ずつ選ぶわけですよね。だから a-k になるわけというわけで、これ因数分解できるっていう風に最初から気づいちゃう人ももしかしたらいるかもしれない。そこから天下り式に、じゃあこれ2の n 乗 x プラス1でしょ？これ、同じようにやればいいんでしょ？っていう感じでできるというわけですね。はい。何はともあれ、こういう風に前科式的に1個前と1個先の比が分かってるんだったら、求まるよねっていうことですよ。求められると。ということで、あとはこいつを求めてあげるのは何の難しいこともない。これはこっちの分子を因数分解すると、これのさらに1個 n に n プラス1を入れるから2の n 乗まで、因数分解できると。で、分子の方はこれに x に 2x を代入すればいいわけですね。そうすると1プラス x に 2x 代入すると1プラス 2x、1プラス 2x に 2x 代入すると1プラス 4x とちょっとずれるわけですよね。こんな感じで。こういう感じでなっていくわけですよね。で、この x に 2x 入れると1プラス2の n 乗 x。そうすると、ここで消えてくれるわけですよ。スパッと、スパッと。で、残るは1プラス x で1プラス x ですよっていうのが最終的な答えになるわけですね。カッコいらないね。はい、1プラス x だというわけですね。これが分かればこれについては問題ないでしょう。で、ぶっちゃけですね、僕、最初解いたとき2の n 乗 x プラス1を求めたのと一緒に、同じような感じで、これも ax プラス b って置けばできるよなっていう感じでやったんですね。そうすると x プラス1っていうのができるんですよ。はい。全く同じようにできるわけですね。で、これもまた意味を考えるとうまくいくんですよ。この過程でちょっとね、いろいろ飛ばして、こういうものを求めてればいいよねっていう、1プラス x っていうのが分かった上で、じゃあこういうのを求めたらいいよねっていうのが出てくると。じゃあどういうのが出てきたかっていうと、ちょっともう答えだけ書いちゃうと、これが示せればいいというふうになるわけですね。なるほど。で、これをどうやって示すかってことなんですね。難しいなってなるわけですよ。でも意味を考えれば、できるってなるわけですよ。これは、まず右辺の部分は n プラス1があるから2の0乗、2の1乗、2の n 乗の中から傾向を選ぶわけですよね。その場合の積と。なるほど。
で、ここで2の k-1 乗とか2の k 乗とか邪魔なんですよね。邪魔だなって思いながら、まあ、とりあえずこの意味としては、2の0乗から2の n-1 乗までから、k-1 個選ぶ場合と、ここは2の0乗から2の n-1 乗までから k 個選ぶ場合っていう風になるわけですよ。うん。で、これが邪魔だなって思うから、どういう風にするかっていうと、これ k-1 個選ぶわけじゃないですか。だったら k-1 個すべて2かけてあげればいいというわけですね。これ k 個選ぶわけだから、これすべて2かけてあげればいい。言い換えると、これ2の0乗から2の n-1 乗から、まあ、k-1 個選ぶ場合に2の k-1 乗をかけるっていうわけじゃなくて、これ全体として、これグレードアップすると。2の1乗、2の2乗、点々点、2の n-1 乗、2の n 乗と。この n 個の数の中から k-1 個選ぶ場合の積の和っていう風に見てあげればいいんですよね。見てあげられると。こっちも同じように2の1乗っていう風にグレードアップできるわけですよ。この数の中から k 個選ぶ場合。っていう風にグレードアップしてあげると、これうまくいくんですね。これイコールこれ足すこれっていう風にどうやったらできるかっていうと、これ、配半として2の0乗を選ぶ場合と選ばない場合ってあるんですよ。まあ当たり前じゃないですか。選ぶ場合と選ばないとき。はい。2の0乗を選ぶ場合っていうのが、要は1。この1、選ぼうは選びまいが変わんないんですけど、要は、残りの2の1乗から2の n 乗、まあこれと一緒の範囲から、まあ1個選んじゃってるから残り k-1 個選ぶ場合、すなわちこっちと一緒ですね。これはここに対応していると。一方、選ばない場合、2の0乗選ばない場合は2の1乗から2の n 乗の中から k 個残り選ぶ場合だから、こっちに対応するわけと。いうわけで、ちゃんと、この値っていうものがこれ足すこれに対応してるというふうに言えるんですよ。まあ、こういう感じで、ちょっとパズル的な感じで求めてあげることによって、まあ、括弧2のこっちと同係数な感じで、係数比較して1プラス x だっていうふうに求めることもできると。まあ、僕はこれをやりながら、これ、ね、こんなパズル的にやって1プラス x になるなんてすげえ面白って思ってたんですね。まあ、こっちを利用すれば1プラス x っていうのはもう当たり前なんですけどね。まあ、そんな感じで、まあ、いろんな方法ができるよっていうことですよ。はい。とにかく数学って面白いなと思ってください。はい。括弧3。最後。an プラス 1k プラス1を nk で表せ。急になんか a に戻ったぞっていうことですね。A に戻ったぞって思ってもらう感覚が大事。で、もう一つ大事な感覚。いや、どう考えてもカッコに使うでしょ。ですよ。はい。カッコにどう考えても使うでしょっていう発想がないと解けないんですね。じゃあ、要はここの部分が1プラス2の n 乗 x で、ここが1プラス x でっていうので、どういう風に使えばいいんだろうっていう風に考えるわけですね。で、その時に、まあ、要は係数比較するわけですよね、どうせ。で、x の形状とか x プラス k プラス1乗かわかんないけど、何かしらの項を比較してあげて、まあ、連立させてあげるというわけなんですよ。で、こいつらが出てきてるなーっていうことを考えてあげるわけですよ。はい。で、どうすればいいんだろうなっていうふうに思ってあげたときに、一旦これの値を出すためにこれまでの流れを整理しました。はい。まずこっちを求めるときに、まあ答えはこれなんですが、その過程としてこういう値が出てきる。こういう関係式が出てきたわけですよね。一方で、まあこっちの方を求めるとき、1プラス x を求めるときはこれが出てきたというわけですね。で、まあこれを使うのかな。要は A に関する関係式を求めてあげるわけだから、こっちで考えてあげると。要は、これの元にこれがあった。これの元にこれがあったな、っていうことを思い浮かべてあげれば、あとこの関係式を見てあげるんですよ。どういう式になってるのかな。要は、n プラス 1k プラス 1nk ってことは、11減ってるわけですよね。そういうもの、あれ ?n プラス 1k っていうのがあって、nk-1 って要は、どっちも減ってるわけじゃないですか。どっちも減ってるな。ってことは、この k に k プラス1を代入すれば、n プラス1、k プラス1があって、nk も出てくると。で、こっちにも出てくると。で、これはちょっと邪魔だから、消去してあげればいいんだな、というふうにわかるわけなんですね。よろしいでしょうか。あとは、計算するだけ。はい。これ、面白いですよね。こんなね、発想力、ね。あるっていうのがすごいですね。これ2の形状をこうかけてあげて、引いてあげれば、ここの部分は消えますね。消えると。で、引いてあげると、
2の形状引く1の an プラス 1k っていうのが、2の n プラス形状と2の k 引く1乗だから、まあ2の k 引く1乗でくくってあげますか。2の k 引く1乗でくくってあげると、この部分が2の n プラス1乗引く1の a の nk 引く1という風になるわけですね。あとはこれ1個ずつ減ってるわけだから、k 引く1に k プラス1を代入してあげればいいというわけなんですが、ちょっとね、ちょっとだけ意識しなきゃいけないことが一つだけあって、これ k1 から n について成り立つんですけど、この k に k プラス1を代入した瞬間に1から n について成り立つわけじゃなくて、1から n-1 までしか成り立たなくなっちゃうわけですね。よろしいですか？つまり、この k に k プラス1を代入すると、ここから an、k 分の an プラス1、k プラス1っていうのがすぐわかるんですね。っていうのが、これをこっちに割って、こっちで割ってあげればいいと。2の k 乗引く1っていうものがあって、その k に k プラス1を代入してあげれば、2の k プラス1乗引く1分の2の k 乗、2の n プラス1乗引く1と。こういう感じに求めることができるんですが、これは、k が1、2、3、n-1 までしか成り立たないんですよ。だから、最後は、この k イコール n の場合もちゃんと考えなきゃいけないと。k イコール n の場合っていうのは an プラス1、n プラス1ですよね。これさっきやった通り2の n 乗倍になるんですよ。だから、k イコール n の時は、2の n 乗という風になっていて、じゃあこれも、これを包括してるかなって考えたら、これ k イコール n 入れたら、ここ消えますよね。2の n プラス1乗引く1分の2の n プラス1乗引く1で、ここが相殺、約分される。で、2の形状の部は2の n 乗になるから、イコールだから、結局ここの部分は考えなくてもよくて、これが答えですよっていうことになると。記述式だとちょっと最後ね、詰めが甘いって言って減点される可能性はあると。それで満点逃す方ももしかしたらいるんじゃないかなと思いますが、とりあえずこういう感じで求めることができます。はい、これめちゃくちゃ面白い問題ですよね。括弧1は括弧1はちゃんとね、括弧1も普通に面白い問題ですね。類題としてあると。ちゃんと、典型問題を応用させられますかっていうのが括弧1。で、括弧2は、どうせ解けるってことは ax プラス b って形でしょ。っていう風にするという感じで求めてあげれば、すんなりといけると。で、その過程で、こいつの意味っていうものをしっかり踏まえた上で、意味からその式を証明してあげるっていうね、面白いパズルですよ。論理パズル。これが分かるとすごく面白いんですね。で、こっちも、いろんなアプローチ方法が分かると。これで、その全化式的にも fnx を求めてしまうっていうのが一番早いんですが、そういう風にしなくて、これと同じようにやってあげようっていう、ax プラス b っていう風にしてあげようっていう方法でもできると。で、括弧3は、括弧2をどう使うかっていう時に、しっかりと誘導に乗ってあげる。こっちで使うんじゃなくて、ax というか、a に関する式の方に還元してあげるというわけですね。還元してあげた上で、よーく見てあげると、ここの部分を消去してあげればうまくいくんだなっていうことがわかるということですね。すごく面白い問題だと思います。はい、ということで今回東大文系2020のね、徹底解説ということで、一つの問題もいろんな角度で見てきました。てかそもそも一つの問題からたくさんのことが学べるんですよ。だから一つの問題をこうやってたくさんの方向から見るっていうこともすごく重要なんですね。その東大文系数学とはいえども、しっかりとパターン、典型問題を抑えてパターン化していく。そうすれば、いろんな問題が解けるっていうことが分かってもらえたと思いますし、第4問みたいなこういうパズルみたいな問題も、とにかく諦めずにアプローチ方法を学んでいくと。で、数学って面白いな、こういうパズル的な感じで解けるんだっていうことも、すごくね、実感してもらえたらいいなと思います。その東大文系数学、その中には難しい問題もあったかもしれないんですけど、しっかりと演習すれば手の届く範囲にあると思うので、しっかりとね、この動画を参考にして勉強に励んでもらえたらいいなと思います。ということで、ためになったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをぜひ、コメント欄に残してもらえると嬉しいです。また次回の動画、東大理系数学のね、徹底解説もやるので、次回の動画でお会いしましょう。